皆さんこんにちは。シルバーフォックスライフです。今回は私のバイクライフの中でもかなり特別な1台についてお話しします。それがこちら、イタルジェットロードスター400ファウンダーズエディションです。世界限定わずか777台、一台一台にシリアルナンバーが与えられるイタルジェットの特別なファウンダーズエディションです。そして今回なんとかその予約争奪戦を突破して無事に注文することができました。予約開始は5月4日、イタリア時間の午前11時、日本時間では18時ちょうど。この日はイタルジェットのプレジデントであり CEO でもあるマッシモ・タルタリーニ氏の誕生日でもありました。結果から言うと、予約開始からわずか46分で世界限定777台は完売。私は事前準備をして希望していたロットナンバー56を確保することができました。予約金は1500ユーロ、日本円でおよそ30万円前後です。カラーは最初に見た瞬間から心を奪われたブリティッシュレーシンググリーンを選びました。この色は英国のクラシックスポーツカーやルマンのような伝統的なモータースポーツを連想させるとても品のあるグリーンです。そこにゴールドのアクセント、むき出しのメカニズム、低く構えた独特のフォルムが組み合わさることで、ロードスター400はただのスクーターではなく、まるでガレージに飾るアート作品のような存在感を持っています。イタルジェットは1959年にイタリア・ボローニャで創業されたメーカーです。大量生産の合理性だけを追いかけるブランドではなく、尖ったデザインや独創的なメカニズムで二輪の世界に強烈な個性を投げ込んできたメーカーです。私も現在イタルジェットドラッグスター200に乗っていますが、このバイクも普通のスクーターとは全く違います。フロント周りのハブステア構造、むき出しのトラスフレーム、独特の乗り味、スクーターというより機械式のアートマシンに近い感覚があります。そして今回のロードスター400はそのイタルジェットがさらに上の世界へ踏み込んだモデルだと感じています。公式の言葉を借りれば It's not a scooter, it's a statement。 つまりこれはただのスクーターではない一つの意思表示だということです。自分はこういう世界観が好きだ、人と同じものではなく自分の感性で選びたい、機能だけでなく美しさやストーリーにも価値を感じる、そういうオーナーの美意識を表現するための一台なのだと思います。デザインについて見ていきます。ロードスター400は分類するなら私はレトロフューチャーだと思います。レトロモダンが昔の美しいデザインを現代の品質で上品に蘇らせるものだとすれば、レトロフューチャーは昔の人が夢見た未来を現代に表現するデザインです。1950年代や60年代の人たちが創造したジェット機、ロケット、未来都市、宇宙船、懐かしいのに未来的、古いのに新しい、どこか非現実的で少し SF 的、ロードスター400はまさにそこにいます。私の中では1960年代のイタリア人が夢見た未来の高級ロードスターという表現が一番しっくりきます。ドラッグスターがサイバーパンク寄りのむき出しの戦闘機だとすれば、ロードスター400はもう少し優雅な雰囲気です。今回のファウンダーズエディションには非常に豪華な装備が与えられています。まずサスペンションはオーリンズ。フロントはサスが垂直に立てられた独特のレイアウト、リアサスに至っては後輪の上に見える形で配置されています。マフラーはアクラポビッチのチタン製のデュアルエキゾーストです。しかもこのチタンマフラーは情報排気でリアサスを挟むようなかなり独創的な配置になっています。そしてブレーキは量産型ではブレンボに変更されるようです。オーリンズ、アクラポビッチ、ブレンボ、これらの名前が並ぶだけでこのモデルの本気度が伝わってきます。そしてロードスター400の大きな特徴が DLAS ステアリングです。 DLAS とはダイナミックリンケージアーティキュレーテッドステアリング。イタルジェットが特許を取得した独自のフロントエンド設計です。 DLAS はステアリングとサスペンションの役割を切り分け、リンク機構によって独自のフロント周りを構成しています。ドラッグスターではフロントブレーキをかけてもフロントはダイブしませんが、ロードスターはフロントブレーキでフロントがダイブするそうです。ここは実際に乗ってぜひ確かめてみたいポイントです。細部の作り込みも非常に魅力的です。まずシート。ロードスター400にはイタリアのニーサシートによる手縫いのヘキサゴナルシートが採用されています。ヘキサゴナル、つまり六角形のスティッチパターンです。
ヘッドライトは4つのエレメントで構成された丸型 LED。クラシックな丸めの雰囲気を残しながら中身は現代的です。そしてメーターはクラシックなクロノグラフを思わせる丸型フルカラー TFT。見た目はクラシックで機能は最新のデジタルです。この辺りもロードスター400のレトロフューチャーな世界観にとても合っています。今回私が選んだカラーはブリティッシュレーシンググリーンです。私はアストンマーティンにも強い思い入れがあります。英国車の持つ上品さ、深み、控えめだけど圧倒的な存在感。ブリティッシュレーシンググリーンにはそういう世界観があります。価格についても少し触れておきます。欧州でのメーカー希望小売価格は9990ユーロと案内されています。日本国内では税込みでおよそ192万円前後が予定されています。生産開始は2026年9月頃となっています。ロードスター400を見ていて私が一番強く感じるのは、これは自分の美意識を表現する乗り物だということです。もちろん走りにも期待しています。かなり面白い乗り味になるはずです。イタルジェットドラッグスター200がサイバーパンク寄りのマシンだとすれば、ロードスター400はそこにクラシックな美しさとラグジュアリーの要素を加えた存在です。この2台がガレージに並んだらかなり面白い世界観になると思います。最後に、このロードスター400を注文できたことは私にとって本当に嬉しい出来事でした。年を重ねてもまだ新しいバイクに胸が高鳴る、まだ見たことのないデザインに心を奪われる、それはとても幸せなことだと思います。そのマシンが持つストーリー、デザインの奥にある思想、作り手の情熱、そして自分の人生のどのタイミングで出会ったか、そういうものが重なった時、バイクはただの乗り物ではなくなります。ロードスター400ファウンダーズエディションは私にとってまさにレトロフューチャーなアート作品です。納車はまだ先ですが、届いたら実車の質感、細部の作り込み、そして実際の走りまでしっかりレビューしたいと思います。ナンバー56のブリティッシュレーシンググリーン、この特別な1台がガレージにやってくる日を今から本当に楽しみにしています。今回掲載した写真は一部 AI で生成したものも含まれます。色味や仕様が実際の市販車と若干異なる部分があるので、詳しくは公式ホームページでご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。